お店行った時の感じだとやっぱ店員さん結構ね怖かったんですよ、なかなか。気をつけないと僕らも非常に怒られることも多いんで。すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、大井町の名店中の名店が12月に閉店してしまいますということで、今回こちら来ちゃいました。ドン。 JR 大井町駅から徒歩6分くらいのところにありますアジトイズムさんにお邪魔してます。こちらアジトイズムさんね、名店中の名店です。東京ラーメンオブザイヤーの、ね、汁なし名店部門にもう毎年のように名を連ねていたりと、ラーメン好きの方はもちろんね、地元の方々からも愛されているお店。私すずるもね、もうだいぶ前なんですけど一度訪問させていただきまして、創作混ぜそばメニューのもうパイオニア的なメニューですね。ピザそば、もうカタカナでピザそばですね。ピザそばをその時はいただきました。前回ねピザそばいただいたんで、今回はですねつけ麺ロッソという、これまたちょっとアジトイズムを代表する一杯をねいただこうということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあというわけでね、大井町駅着きました。今日はねちょっとラオタの方々と待ち合わせしておりまして、一緒にねちょっとこのアジトイズムの最後、本当12月の15日にね閉店してしまうってことなんで、ラストアジトイズム一緒に行きましょうって声をかけてくださりまして、そして店主さんにもね前そのピザそばをすすりに行った時は動画はちょっとやめてくださいみたいな話だったんですけど、今回ね、閉店してからなら動画をアップしていいと店主さんの方からちょっと許可をいただきまして、その前回ねお店行った時の感じだとやっぱ店員さん結構ねすごい雰囲気のある方なんで結構怖かったんですよ、なかなか。そもそもなんかすする TV のこと知ってるのかなとか、なんかいろいろちょっと心もとない部分もあるんで、今回ラオタの方々にめっちゃ急に早口になっちゃったラオタの今回はねラオタの方々についてきてもらうみたいな感じでちょっと一緒に行ければと思います。今回ね2人のラオタの方々と一緒に行くんですが、結構ねアジトイズムに昔から行ってらっしゃるみたいなんで、そこら辺のお話もねちょっと伺えればと思いますね。とりあえず向かっていきましょう。というわけで本日僕アジトイズムでも来月には閉店してしまうということで、前に僕がそのアジトイズムに行った時、店内が結構ピリッとした雰囲気というか、店主さんってどういう方なんですかね。おっしゃってることはすごく正しいことを言うんですけど、言葉が強かったりするんで、引いちゃう人は引いちゃうかもしれないですね。なるほどなるほど。結構なんか僕がそのお店行った時もなんか他のお客さんと仲良さそうに喋ってるところも見たんで、通ったらというかなんというか店主さんが好きな人とは結構よく話すのかなとか思ったんですけど、お二人は結構店主さんと話したりするんですか。そうですね。そうですね。話はするかな。気をつけないと僕らも非常に怒られることも多いんで。飲食店として正しいことしてれば別に何か言われるわけじゃないので、なるほどなるほど。僕らがハメ外しすぎなのかなって気もします。マナーをしっかりしてれば別にそんな怒られるってことはないです。そうなるほど。アジトイズムさんがもう閉店してしまうということなんですけど、結構やっぱ思い出いろいろありますか。ありますね。やっぱり今の店舗になる前のスナックの居抜きで始めた狭いお店の時から、雰囲気とそれからそれと裏腹にめちゃくちゃポップで美味しい、創作麺っていうことで、特にマニア心くすぐる本当に、ものが多かったなで、当時はもっとピザそばだけじゃなくていろんな創作メニュー多かったんで。そうだったんですね。本当思い出がたくさんあると思いますね。だから結構その常連さんはこぞってイレギュラーって限定じゃなくてイレギュラーって名前で出してるんですけど、いいっすねそういうの。そうイレギュラーメニューを狙ってスナックの居抜きに行列すると。僕はやっぱり一つ本当に言いたいのは、いろんな創作メニューがあったんだけど、めちゃくちゃ最後にラーメンしてるんですよね。なんか他の料理にならないんで、すごくポップにラーメンになってるっていうのがアジトの本当にすごいところかなと思っていて。なるほどなるほど。いやありがとうございます。ちょっとこれからちょっとラストアジトになるかもしれないんですけども、よろしくお願いします。お願いします。というわけでアジトイズムさん到着しました。この動画が出ている頃にはね、もうすでにちょっとアジトイズムさん閉店してしまってはいるんですが、やっぱ後世にね残したい素晴らしい創作メニューの数々があるということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、アジトイズムさん注文制です。今回はつけ麺ロッソの大盛りと締めのチーズリゾットをお願いしました。独特の緊張感がありますね。店主さんご夫婦がテキパキと役割分担しつつ切り盛りする店内は、本当に閉店するとは思えない様子で平然と営業されていました。着丼がめちゃくちゃ早かった。早速いただきましょう。こちらがアジトイズムさんのつけ麺ロッソ大盛りです。グラッツェ。ずっとすすってみたかったつけ麺ロッソが今目の前に降臨したことに感動。麺の頂点にはバジルソースと粉チーズ、そしてトマトにフライドオニオンが乗せられており、今では珍しくないかもしれませんが、こういった創作的なつけ麺を提供し始めた先駆者といっても過言ではないでしょう。すでに閉店してしまってもうすすれなくなった一杯を早速いただきます。ではまずオンリー麺すすり。
麺の丼に味がついているわけではありませんが、バジルソースの豊かな風味を感じ、麺もしっかりと締められているのでコシのある食感もナイス。バジルの爽やかな香りがつけ汁との絡みへの期待値を上昇させます。それでは早速麺をつけ汁へとくぐらせ、よっしゃすずるボレー。トマトソースとニンニクの効いたイタリアンな味わいで、しっかり水で締められたつるもち麺がドロリッチなつけ汁に絡み、さらにバジルソースなどの洋風薬味たちが香りや風味のアクセントをつけてくれてファンタスティックうまー。ベースとなるスープはたくさんの野菜と豚や鶏などの動物系を合わせたいわゆるベジポタ系で、店主さん曰く味とイズムが今日のベジポタラーメンの礎となっているぞ。そんな味とイズムという名店が存在したことを後世に残したいと常連さんたちが働きかけてくださり、今回の動画撮影に至りました。それだけいろんな方に愛されたお店なんだなとしみじみ思ったりもしながら、私からはうまロヒーを送りたいと思います。さあここで麺にタバスコをかけて味変してみましょう。うまっ。あ、めっちゃ合う。タバスコうまいっすね。粉チーズとバジルのイタリアンな感じめちゃくちゃいいっすね。トマトソースとニンニクの主張がやはり強く、この創作感は今すすっても新しく感じる。大盛りにした麺がどんどんなくなっていきますよ。カレー粉もいってみます。カレー粉をかけるとどんな味になるのかすすってみましょう。めっちゃ合うかも。カレー味うまい。イタリアンな要素にガンダーラが加わり、これでまた麺の消費量が大幅に増えていく。チャーシューは脂身の乗ったバラの煮豚でジューシーかつ味しみもしっかり。そしてなんといってもロッソつけ汁をまとってトマトの味わいをガツンと感じられるのもいいてな感じで、いつの間にかすっかり麺もなくなってしまったので、そろそろ締めのチーズリゾットをお願いしましょう。つけ汁を提出するタイプになっていて、ライスと洋風薬味たちがプラスされます。リゾットです。いただきます。米も合うね。リゾットのためのつけ麺なんじゃないかと思うくらい抜群の相性。ニンニクがやっぱいいですね。うまい。とろけたチーズなんかも絡み、よりイタリアンな美味しさが増し、千葉ころみさんもこれを愛してたとのこと。今後もう味わえないと思うと、一口一口記憶に刻み込むように噛みしめ、ついには完食です。大変美味しくすすれました。15周年を迎えて閉店してしまいましたが、ラーメンファンたちに愛された一杯、そして厨房に立つ店主さんご夫婦の姿を忘れることはないでしょう。それではコスレはい、ごちそうさまでした。というわけで味とイズムさん行ってきたんですけれども、やっぱりね、つけ麺ロッソ、初めて僕ね、今更かよって言われる方も多いかもしれませんが、今更なんですけど初めていただきまして、やはりね、一つのジャンルを作った一杯なんですね。ある意味今でこそベジポタ系とかって、ベジタブルポタージュスープの略でね、ベジポタ系とかって言われてますけど、味とイズムさんってね、そのもう先駆者だったらしいんですよね。もともとはその味とイズムっぽいつけ麺で味と系とかって呼ばれてたのに、それが今徐々にね、ベジポタ系とかっていう名前に変わったっていうぐらい、やっぱりこのジャンルのもうその先駆者なので、結構ニンニクをガツッと効かせたもうトマトがベースになってるつけ汁、とろっと濃厚でね、麺にもしっかりと絡みつき、もちろん普通にすすっても美味しかったんですけど、後半ねタバスコ入れたりとか、あとカレー粉入れたりとかね、いろいろ味変をしてもね、結構味変もよく乗ってきて、とても美味しかったですね。あと麺の丼もすごく良かったですね。ちょっとジェノベーゼ風のペーストであったり、粉チーズが乗っかってたりとか、結構イタリアンな感じで、麺の丼の方にね味がしっかりついてるってわけじゃないので、粉チーズとかねジェノベーゼ系はあくまでアクセント的な役割なんですけど、ジェノベーゼとか粉チーズでもね、よくロッソつけ汁と合ってましたね。そしてね、この度もう味とイズムさんもう閉店してしまうということで、すする TV ではもしかしたら初めてなんじゃないですかね。動画がアップしたらもうやってないみたいなパターンになってしまいました。ただね、店員さんラーメン業界を完全に引退するっていうわけではないらしいので、またどこかでね、この味とイズムの遺伝子が生き続けるんじゃないかということで、店員さんのね、今後の動向も非常に楽しみですね。今回ね、店員さんともすごくいろいろ話すことができまして、もともとね、前回初めて行った時とか結構やっぱ
怖かったんですよ、雰囲気なんですけど、今回いろいろ話してみると、すごく面白い方だったし、それでいて結構なんていうかかっこよさもあるというか、ピザそばっていうやっぱオンリーワンなメニューをね、もう本当に今までラーメン業界になかったメニューですから、そういう独創的なね一杯を作り上げたのはすごく嬉しかったっていうふうに語っておりました。ラーメン好きはもちろんなんですけど、ね、一般のお客さんであったりとか、あと最近だとね日向坂のオタクの方々にも結構愛されてたらしいんですが、アジトイズムってね一つの歴史が終わるところではあるんですけど、またどこかでね店主さんが復活してくれることを願って、本日はこちらで締めたいと思います。いやー美味しかったですね。ごちそうさまでした。お疲れ様でした。そしてそれではするの公式キャッチフレーズ、アジトイズムさん15周年お疲れ様でしたや。15年間ラーメンファンを楽しませていて本当にお疲れ様でした。do